放課後はチャイムと同時に校庭へ飛び出し、友達と夕方まで遊んだ後、家に帰ったらブラウン管テレビの前を占領する。そんな普段と変わらない日常の中で、突如子供たちの心を震撼させる出来事の一つ、不幸の手紙でした。少し黄ばんだ便箋に整った文字、そこにはこんな一文が書かれていました。この手紙を3日以内に10人へ送らないと不幸になります。今ならきっと笑い話で済むでしょうが、あの頃の私たちは違いました。昭和50年代、不幸な手紙は瞬く間に子供たちの間で話題となり、ねえ、不幸の手紙って知っている？知ってる？昨日お姉ちゃんから聞いた。学校ではこの話題で話が持ちきりとなりました。中には不幸の手紙を受け取った子もいて、どうしたらよいか悩んでいました。不幸の手紙を受け取った子どもたちは3つの選択肢しかありませんでした。1、手紙を破り捨てる。でも本当に不幸が来たらどうしよう。2、友達に送る。大切な友達を不幸に巻き込んでしまう。3、親に相談する。バカバカしいと笑われるかもしれない。多くの子どもたちはつまらないいたずらと分かっていても、自分の身に関することとなると否定しきれませんでした。そして深夜、震える手で便箋に文字を書き写す作業を始めるという子もいました。当時は現在みたいにコンビニでコピーするという手段はなかったため、手書きで書くしかありませんでした。一部の子たちでは不幸の手紙ごっこといういたずらまで流行り、不幸の手紙を真似て友達宅のポストへ手紙を入れるなどしていたみたいです。翌日の学校では、お前だろ、違う違う、不幸の手紙が届くたびに友達同士で発信元を突き止めようとする疑心暗鬼がありました。しかし誰もが否定し、無実の子もで疑われ始めてました。こんなこともあり、学校でも問題視するようになり、先生からも手紙が届いても無視するよう、他の人へ送ることはしないなど注意がありました。親たちもそんなものは迷信だよと笑ってくれたことで安堵できましたね。何よりも友達を不幸にしたくないという友情が徐々に不幸の手紙を収束させたのではと思います。昭和50年代、不幸の手紙、それは子どもたちの小さな恐怖であり、そして少しだけ成長するきっかけになったかと思います。50年代、子どもたちを最も震撼させたのは口裂け女ではないでしょうか。諸説ありますが、最初に広く報じられたのは東海地方と言われております。驚くのはその噂の広がりの速さ。当時は SNS もなく、当然ながらインターネットもありません。当初はテレビでも取り上げていなく、一部の雑誌のみだったそうです。その広がりの速さは子どもたちの口から口への口コミだと言われており、ある記者が追跡調査したところ、噂の伝達速度は時速 80km に達していたそうです。まるで台風のように口裂け女の噂は日本列島を駆け抜けていきました。地域により異なりますが、口裂け女の特徴は大きなマスクで口元を完全に隠している。白のロングコード、長い髪、手には山や包丁を持っている。目は狐目。当時医療従事者以外で、しかも若い女性が屋外で顔を大きく覆うマスクをしているのは極めて異様な光景でした。大きなマスクをした女性の姿はそれだけで目を引き、不気味さを醸し出していました。出没するのは夕暮れ時から夜の住宅街、人通りの少ない裏路地、神社の境内、柳の木がある付近など、地域によっていろいろ異なりました。口裂け女は学校帰りや夜道を歩く子供に近づき、私、きれい？と尋ねる。きれいと答えると、これでも？とマスクを外す。マスクを取った顔は耳元まで裂けた口でにやりと笑う。
きれいじゃないと答えると包丁や鎌で切りかかってくる。きれいと答えても同じように口を切り裂かれる。つまりどう答えても悲惨な結末が待っている。逃げたとしても100メートル12秒の瞬足と言われ、どんなに逃げてもすぐに捕まるという噂でした。1979年の春から夏にかけて日本の広域で小学生たちは前代未聞の恐怖に支配されてました。学校でも一番の話題となり、ねえ聞いた、隣町の小学校の子が口裂け女に襲われたんだって。当時の噂はなぜか隣の地域や町の噂が多く、地元での出没情報は少なかった記憶です。嘘でしょ？本当に？本当だよ。友達の友達から聞いたよ。隣町のあそこじゃすぐそばじゃない。怖い。どうしよう。今日はみんなで一緒に帰ろうよ。と休み時間はこの話題で持ちきりでした。男子の中には、そんな話はただの噂だよ。口裂け女なんているわけないじゃん。と強がっている男の子も、いざ夜道を一人で歩くときは周りをキョロキョロしてかなり弱気になっていました。道を歩き、路地から出てきた近所のおばさんを口裂け女と勘違いしておばさんに怒られていました。そんな中、口裂け女の撃退法が噂で流れてきました。口裂け女は整髪料のポマードの匂いが嫌いらしく、ポマードポマードポマードと叫ぶと逃げていくと言われてました。またべっこう飴が大好物と言われており、差し出すと喜んで受け取り見逃してくれる。実際登校時のランドルセルにべっこう飴を持ち歩く子供が続出してました。今考えると笑える噂ですが、当時の子供たちにとっては真剣に信じていた撃退法だったと思います。こんな噂が全国規模で広がったこともあり、新聞やテレビでも報道されるようになり、口裂け女出没？小学生の間で恐怖広がる。報道が増えるほど噂は信憑性を帯びていきました。中には模倣犯が出たり、不審者通報や誤認騒ぎも発生。警察がパトロールを強化した地域もありました。単なる噂は社会問題へと発展していきました。学校でも集団下校をさせる地域も出て、学校も本気で心配しているという現実が子どもたちの恐怖を増幅させた感じでした。ただほとんどの親たちは、バカバカしい、そんなのいるわけないでしょう。大人たちの多くは口裂け女を子どもの作り話として一蹴していたようです。そんな全国の子どもたちを震撼させた口裂け女の噂話も、1979年8月の夏休みに入ると急速な沈静化へと収束していきました。休みに入り、子どもたちの情報交換イコール口コミで途絶えたことで、噂を語り合う場が消失し、新しい目撃情報も発信されなくなりました。約半年間、日本中を恐怖に陥れた口裂け女は、こうして静かに姿を消していきました。この口裂け女の話は、8時だよ全員集合のドリフコントでも取り上げられ、志村けんさんが口裂け女の仮装して子供たちを笑わし、恐怖心を和らげたこともあるかもですね。海外でも広がり、アメリカや韓国などでも流行り、日本でも映画化にもなりましたね。口裂け女は40年もとし、伝説として語り継がれていきました。昭和50年代の後半、突如としてトイレの花子さんが日本全国の小学校で語られるようになりました。トイレの花子さんとは、学校のトイレに出没すると言われ、主な外見はおかっぱ頭、赤いスカート、白いブラウスという可愛らしい女の子と言われておりました。この時期、子ども向け書籍に怪談や UFO などを取り上げたテレビや本が多く出版されており、こうした情報を通じて花子さんの話が全国の子どもたちに広まっていったと考えられています。小学生たちにとって花子さんは最高の肝試しの対象でした。放課後、友達数人で本当にいるのか確かめに行こう。怖いけどみんなでなら大丈夫。
ノックして逃げればいいじゃん。こうした会話が教室のあちこちで交わされていました。実際に試した子供もいれば、やめとけよ、マジで出るらしいよ、と止める子供もいました。地域によって花子さんの呼び出し方には無数のバリエーションが存在してました。校舎3階の女子トイレ、3番目の個室、3回ノックする、花子さん遊びましょうという、4時44分に呼ぶ、個室の前で3回回る、夜でなければいけないなど様々でした。こうしたことから女子たちの間では、一人ではトイレに行けない、友達同士でトイレへ行ってました。個室トイレの扉が閉まっていると、花子さんがいるのではと恐怖を感じていました。不幸の手紙のように社会問題化して収束したわけでもなく、口裂け女のように一過性のブームで消えたわけでありません。花子さんなどトイレにまつわる噂は形を変えながら現代でも残り続けていますね。